皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、一つの治療薬とあとはワクチンの開発状況についてお伝えしようと思います。新型コロナウイルスによるパンデミックが起こっているわけですが、別に人類はこれを黙って見ているわけではありません。世界各国でこの病気に対する対抗策というものを日々研究しているような状況です。その中において治療薬というものが有望なものがだんだんと分かりつつあるわけですが、一方でワクチンの開発についても世界各国で取り組んでおり、この状況というものを見ていれば、年内にも一つ目処がつくかもしれないというような段階に来ています。ですから世界各国、そして今日本でも行われているように、外出規制といったものを行うことによって時間稼ぎをすれば、それがいつかワクチンの実用化や治療法の確立によって報われる日が来ると私は思っています。それでは治療薬と、そしてワクチンの開発状況についてのニュースを見ていきましょう。抗寄生虫薬イベルメクチン、新型コロナに効果か、アメリカで報告。大村聡さん発見の細菌由来。新型コロナウイルス感染症の治療薬をめぐり、抗寄生虫薬のイベルメクチンに死亡率を下げる効果があるとする報告をアメリカのチームがまとめた。イベルメクチンを使った患者の死亡率は使わなかった患者と比べて約6分の1にまで抑えられたという。イベルメクチンは2015年にノーベル医学生理学賞を受賞した大村聡北里大特別栄誉教授が発見した細菌が生成する物質を元に作られている。寄生虫によって失明するオンコセル化症や皮膚が硬くなるリンパ系フィラリア症などに使われてきた。オーストラリアのチームは新型コロナウイルスを減少させる効果を細胞実験で確認したと報告。1回の投与で1から2日以内にウイルスの増殖を抑制できたという。アメリカのチームは2020年1月から3月に新型コロナウイルスに感染し、治療を受けた人のデータを収集。アジアとヨーロッパ、北米にある169医療機関からイベルメクチンを使った704例と使わなかった704例とを比べ統計分析した。その結果、人工呼吸器を必要とした患者のうち、イベルメクチンを使わなかった患者は死亡率が 21.3% だったのに対し、使った患者は 7.3% と約3分の1にとどまった。患者全体ではイベルメクチンを使用した時の死亡率が 1.4% で、不使用だった時 8.5% と比べて約6分の1に抑えられた。チームは入院日数を減らす効果もある。さらに研究が必要だが、治療方法の一つとして検討する材料にはなるとしている。ここからはワクチンの開発状況の関連ニュースです。オール大阪で新型コロナのワクチン開発、9月実用化をめどに。新型コロナウイルス感染症の予防ワクチン、治療薬などの研究開発のため、大阪府が大学や医療機関、大阪市などと連携、協定を締結。今回の連携は、大阪府内のあらゆる医療機関、関係機関が連携することにより、研究開発をスピード感を持って進め、いち早く実用化させるというもの。吉村知事は、ある程度開発が進む中で、現実に治験を行い、実用化に向けてどうすればいいのという議論を踏まえた上で、協定を結ぶことになった。大阪府と市がしっかりとコーディネートしたい。ワクチンの治験については、早ければ7月から開始予定、9月から実用化に向かう。年内には10万から20万単位でワクチン投与させると発表した。モデルナ、コロナワクチン開発加速で520億円確保、アメリカ政府が支援。アメリカバイオテクノロジー会社モデルナは16日、同社の新型コロナウイルスワクチンの開発を加速させるため、アメリカ政府が最大4億8300万ドル、約520億円を拠出することで合意したと発表した。同社のワクチン候補は現在、治験の初期段階にある。合意によると、アメリカ厚生省の生物医学先端研究開発局は、モデルナのメッセンジャー RNA ワクチン候補 nRNA1273 について、アメリカ当局の承認が得られるまでの開発と生産能力拡大への取り組みを資金面で支える。モデルナは第1相と第2相試験がうまくいけば、今年秋にも第3相試験を開始できる可能性があるとしている。同社は臨床試験がうまくいけば、大量生産を可能にする製造分野への投資によって、年内に月間数百万回分、さらなる投資で2021年に同数千万回分を供給できるとの見方を示した。ヨーロッパのワクチンの開発状況についても見てみましょう。ワクチン開発加速、ドイツが臨床試験へ。新型コロナウイルスのワクチン開発が加速していますが、
ドイツでは初めてとなる臨床試験が認可されました。これはドイツのバイオ医薬ベンチャー企業ビオンテックが開発するワクチンで、今月中にも18歳から55歳までの200人に対し試験を行うとしています。試験はその後、感染の危険性が高い人にも対象を広げて行われる予定です。ビオンテックはアメリカの製薬大手ファイザーと共同で4種類のワクチンを開発していて、認可が下り次第アメリカでも臨床試験が開始される見込みです。新型コロナウイルスによる被害が大きいイギリスでも治験が開始されました。ワクチン臨床試験開始、オックスフォード大研究チーム。イギリスのオックスフォード大学は、新型コロナウイルスのワクチンを人に投与する臨床試験を始めました。来月中旬までをめどに、18歳から55歳までの健康な人に投与し、安全性が確認されれば、対象を高齢者にも広げていく予定です。イギリス政府は開発の最先端にあるとされる、オックスフォード大学とインペリアル・カレッジ・ロンドンの2つの大学の研究チームに対して、合わせて4250万ポンド、日本円でおよそ56億円の助成金を投入する方針です。イギリスメディアは、臨床試験がうまくいった場合、早ければ今年9月にもワクチンの生産を始められる可能性があるとしています。このチャンネルではこれまで新型コロナウイルスに対する治療効果といったものが期待されている薬を何種類か紹介してきました。今回紹介したこの薬についても期待がかなりされている薬です。試験管における研究においては、新型コロナウイルスをほぼ駆逐することが分かっており、これを実際に人間に使った場合に良い効果が出るのかどうかというのがこの治験の目的です。そして、この中間報告によれば少なくとも良い結果が出ているようです。アビガンとともに治療薬の有力候補の中に入るかもしれません。また今回は取り上げなかったのですが、フサンという薬もあります。残念ながらこの薬の治験結果などについてはまだニュースが出てきていないのですが、そちらの方の結果も出てくれば、これも紹介しようと思います。それではワクチンの話に移りましょう。まず第一にワクチンの開発では、今回は取り上げていませんが、中国も取り組んでいます。しかし中国の製造するワクチンについて私は不信感が非常に強いために、この途中経過などについてはあまり触れることはないでしょう。少なくとも世界中の中で最もワクチン開発が先行しているのは私はアメリカだと思っています。メッセンジャー RNA については以前動画にしたのですが、論理的には効果が期待されるワクチンです。そしてイギリスにおいてワクチンの治験が開始された後、ドイツにおいても治験の認可が下りたということなので、この後、ワクチン開発はヨーロッパにおいても本格化します。そして日本においても今回紹介したようにワクチンの開発が本格化します。残念ながら欧米に比べると日本の開発は一歩二歩遅れた状態ですが、このように各国が開発に乗り出しており、治験をスタートさせているのですから、年内にもどこかの国が実用化に至る可能性は十分にあると思っています。そしてワクチンが実用化されれば、このワクチンはまずは医療従事者に打たれることでしょう。現在新型コロナウイルスによる院内感染というのは別に日本だけで起こっているわけではありません。ヨーロッパで一番最初に火がついたイタリアなどにおいては、非常に深刻な院内感染が発生し、多くの医療従事者がこの新型コロナウイルスによる被害を受けました。同じようにスペインなどでも同じ問題が発生しています。医療従事者がこの新型コロナウイルスにかかってしまえば、当然のように病院の機能が低下してしまいます。それがまた新型コロナウイルスの被害を増やすことにつながってしまっていたのです。この院内感染を防ぐことによって、まずは医療崩壊を防ぐことができます。その後はインフラに携わる人々がこのワクチンを打つことになるでしょう。例えば電力やガス、水道、交通や物流などといったそういった職種の人たちはまずはインフラを支えるためにもワクチンが優先的に打たれることになるでしょう。その後はそれぞれの職種やもしくは抽選などによって決まるかもしれませんが、ワクチンの製造量というものはある程度限られるために、そうした全ての人がワクチンを打つまでには非常に多くの時間が必要になります。もちろん対策がうまくいった台湾のように完全に封じ込めに成功した国というのがあるので、別に全世界の人々がワクチンを打つ必要はありません。あくまでも封じ込めに失敗した国がまずはワクチンを打つことによって収束させるということになります。そして治療法の確立やワクチンの実用化ができるまでは、どうしても経済的なダメージというものは世界各国に大きな悪影響を与えることになります。日本についてもこれは当然同じような話です。今現在は緊急事態宣言が行われて多くの業種について休業要請などがされている状態です。これによって人の動きというものも大きく止まっています。それによる悪影響というものは避けられないでしょう。しかし、こうした状況だからこそ政府は
戦時体制という非常に高い危機意識を持って今を乗り切るために多くの財政出動をする必要があります。経済対策として第1弾、第2弾とこれから打っていくという話になった時に、第3弾、第4弾も当然のように打たなければなりません。これまでの経済対策を見ると財務省が大きく反対しており、赤字国債の発行などに難色を示していると言われています。しかし、それはあくまでも平時の感覚であり、残念ながら新型コロナウイルスによるパンデミックが発生して世界経済が非常に危険な状態にある。当然日本も危険な状態にあるという危機意識が足りないと思います。こうした政府による財政出動というものをしっかりと行わないと、新型コロナウイルスによる被害と、それと同等かそれ以上の人々が経済的な打撃を受け、それによって命やもしくは不幸に見舞われてしまうものなのです。それだけに安倍総理が財務省が反対するような大規模な財政出動を今後できるかどうかというのが非常に要注意な点です。なお少し余談になりますが、日本全国における感染者数の増加というものを見ていると、少なくとも現在は感染爆発は発生していないように私には見えます。そして、緊急事態宣言が行われ、外出の自粛要請というものが日本全国に出されるようになりました。これによって多くの人々がそれに従ったと私は思っています。ですからその効果として感染爆発が発生していないということそれ自体は非常に良いことです。私は以前の動画で日本人が衛生管理をしっかりと行うことによって今年の冬はインフルエンザの患者が激減している状態というのをお伝えしました。新型コロナウイルスに対しても日本人一人一人が気をつけることによって欧米では全く見られないような現象として新型コロナウイルスを抑えることは可能だと私は考えています。それは政府の手柄ではなく日本人の気質というものが非常に大きな貢献を果たすでしょう。外出の自粛要請というものはまだ続いていますが、一人一人の意識を高めることによってもっと良い効果はこれからも出せると私は思っています。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。